チェジュンの兄貴が、精米ネームにドハマりしまして、はい。まあ、出退勤をストーキングしたりとか。ストーキングって言うね。2個出てるんですけど、それがどちらも500万再生近くいってるんですよ。ティーザーでそうそうそう。同じような流れで来てもおかしくないのに、あ、この方向なんだと思って。俺もだから、これをやるのは早いなと思って、単純に。今さらっと言ってましたけど、その髪色、めちゃめちゃ衝撃だった。シックな曲というか、叙情的な曲なのに、こう、驚きとドキドキが、動機が止まらんみたいな曲で、俺はね、この曲の裏テーマ的なところに、この With1 の心をつかみに来たんじゃないか、みたいなところを少し感じたんだよ。3月13日、Say My Nameがシャララでカムバックしましたイェーイ。それ何？それ後で説明しますよ。あ、そうっすか。意味があるといいんだけど。大した意味はない。Say My Nameは元東方神起で、まあソロとしても長らく活躍をしているジェジュンが設立した新事務所、インコードからデビューした初のアイドルグループで、まあ元アイズワンのひーちゃんこと、本田ひとみがリーダーを務め、まあ第5世代のホットルーキーとして注目を集めている7人組のガールズグループです。はい。で、そのSay My Nameは、まあ通称セマネとか言ったりしますけど、2024年10月16日にグループ名と同名のファースト EP アルバム、Say My Name、タイトル曲 Wave Way でデビューを果たしました。我々もデビューに合わせてグループ&メンバー紹介、そしてそのデビュータイトル曲の Wave Way のリアクション動画をアップしまして、そのデビューを盛り上げる一端を担ったと思ってるというか担ったでしょう、多少は。いう、まあ、勝手に自負してるわけなんですけど、セマネはそのデビュータイトル曲 Wave Way の MV が1000万再生を突破して、まあ、CD も初動です約3万3000枚。で、歴代ガールズグループデビューアルバムで初動12位。で、音楽番組では、まあ、1位こそならなかったものの1位候補になったりとか、16回も出演しまして、そう、ジェジュンが設立した新事務所、本田ひとみがいるグループっていう、まあ、大きな触れ込みがあるとはいえ、まあ、中小規模と言われる事務所にしては、こう、デビューグループとしては、順調ウェイな滑り出しとなりました。はい。まあ、何より、そこにいる、寸上市から始まったチェンさんこと、チェジュンの兄貴が、Say My Nameにドハマりしまして、はい。まあ、出退勤をストーキングしたりとか。ストーキングって言うね。我々の中でも、こう、想定以上の盛り上がりを見せたデビューとなりました。ちなみにそのデビューした後、11月26日にファンダム名、ロミっていう、LOVVME と書いて、多分ラブミー的な意味なんだと思うんですけど、ファンダム名の説明がないので、どっからの由来かはわかんないですけど、それでロミっていう読む名前になりました。はい。そんなロミ待望のセマネの2作目、セカンド EP、My Name is は、まあ、前作 Say My Name から5ヶ月ぶりとなるカムバックで、まあその名前を呼んでよと散々言っていたのにもかかわらず、自ら自己紹介をしてるってことは、改めましてみたいなね。無視されちゃったのかなか、まあその世間の受け的に、そのセマネが目指していたものよりはまだちょっと足りなかった。みたいなものなのかなとちょっと思っちゃったんですけど、あ、自分で言うんだっていう感じはちょっと思っちゃったんですけど、プレスリリースでは、セマネの神秘的な驚きの旅が始まります。びっくりマークっていう、まあ一文から始まるアルバムでして、アルバムにはタイトル曲、シャララを一人前作よりも1曲多い5曲が収録されてまして、で、リーダーのひーちゃんは、前回メンバーで唯一、私は今夜の空で一番輝く星になるの作詞に参加していたんですけど、今回も初めて会った日のように、まあ英題は He Told Me の作詞にメンバーの中で唯一参加しています。続けてめでたい。で、その曲は、ポップジャンルの温かいファンソングという説明をされてまして、で、今回のこのアルバムの流れで初のファンミーティングを開催するらしいんですよね。そういう予定なんですよ。なので、まあ、正式なカムバックでは、今回あるものの、ペンソン、そのファンとの絆的なところを主にフォーカスしたアルバムなのかなと思います。だから、まあ、タイトルは、さっきちょっといじりましたけど、My Name is Romy っていうことなのかなっていう。点々のところをロミっていうことなのかなっていうのを格好的に含んでるというか、感じなのかなと思います。だからまあ、ロミをさ、タイトルに入れるとさ、ちょっと意味がわかんなくなっちゃうところもあるから、だからこのつなげ方とか、コンセプトのその進化のさせ方とか、ひーちゃんの継続のさせ方とかを含めて、まあ、ジェジュンやるやんっていう感じなんですけど、今作の数字的にすごいところで言うと、この看板してからちょっと経ってからこれ収録してるので、セールス的な部分とか MV 再生数とか、が、その前作 Say My Name に近い数字をリリース3日目で叩き出してるっていうこともそうなんですけど、MV のティーザーがまあよくある2種類
バージョン1とバージョン2があって、2個出てるんですけど、それがどちらも500万再生近くいってるんですよ。ティーザーで？そうそうそう。普通、まあ MV が1000万再生ぐらいいく規模のグループ。まあだからこの場合だとセマネがそうなんだけど、で、MV ティーザーだと、まあ当然みんながそれが正式なカムバックじゃないって分かってるから、する人も多いんですよ。だから、俺の体感ね、これは調べてないから分かんないけど、よくて100万再生。ティーザーに関しては。それが、だから50万とかも結構ザラだと思うんだけど、それが両方とも500万近い数字。ティーザーの1は500万超えてるんだけど、すごい小さい指標というか、規模的に、すごい小さい部分なんだけど、みんなやっぱり注目してるのかなっていうのは、そこの部分でかなり感じられたかなって。500万？あんま見ない数字だけど。ティーザーでしかも2本とも500万っていうのはすごいよね。ちょっと得意な部分の数字だなと思ったので、ちょっとトピックとしてピックアップしました。MV に対する期待も大きいってことだと思うんだけど、そのタイトル曲、シャララは、レトロなサウンドとアナログ的なテーマで表現されたサウンドで、夢を探し出した友人たちが新しい世界に一歩近づいて体験するときめきと期待を込めた曲だ、と説明されていて、MV 見て曲も聴いた感想としては多分、神秘的かつ無限的なコンセプトっていう感じだと思うんですけど、そんな今作シャララはすっかりロミーになったチェジュンさんはいかがでしたか？いろいろ驚いたし、それこそ前作の時点では分かんなかったことと分かったことがあったりとか、判明したこととか、そう明らかになったことがいくつかありましたけど。前作と今作との違いとかさ、結構そういうのがいろいろ見えて、まず曲で言うと、ちょっと驚いたというか、それこそデビュー大体3部作とかさ、同じような流れで来てもおかしくないのに、この方向なんだと思って。俺もだから、これをやるのは早いなと思って、単純に。結構舵切ったなと思って。しかもさ、かといって前作と違うじゃんっていう感じもなくて、やっぱり可愛さはちゃんと担保されたまま、曲だけレトロな感じになってて、しかも、それこそ最近さ、リセンヌが第3世代の香りがとかっていう話とかあるじゃん。それよりもうちょっと前。だから俺が感じたちょっと近い匂いとしては、トリプルエースのクリスタルアイズのタッチっていう曲。あれがなんか思いっきり第2世代とか、そこら辺のテイストだったから、なんかそれにちょっと近いなっていうのもあって、なんかその見せ方として、俺は第2世代ほとんど知らないからさ、っていうのもあるんだけど、なんか懐かしさがあるみたいな。真新しさと可愛さもあったし、あとは前回のウェーブウェイを撮った時では分かんなかったんだけど、まずドヒがさ、センターだね。ちゃんとなんか明記されてましたね。その時はまだ分かんなかったんだよね。っていうのもあるし、それこそウェーブウェイの最終盤ではアドリブとかやってたから、俺メインボーカルなのかなと思ってさ。っていうのもあったけど、リードボーカルっぽいよね。紹介動画の時ではさ、ソハがボーカル面じゃないか、いうことを言ってて、今回ちゃんとそのアドリブ。ハイドロートのところやってました。そう。で、そこにもドヒが加わったりとかするんだけど、今回ボーカル面ついに前に出てきたっていうのもあったし。ソハとスンジュがボーカルポジション。で、ドヒがリードで、みたいな。で、しかも今回結構驚いたのはやっぱりカーニーのラップパートね。あれでも俺すげえかっこいいなと思って、外国人メンバーだからさ、なんか一応レコーディングビハインド見たら、発音の部分でやっぱちょっと手こずってる部分はあったんだけど、でも英語多めだったけど、歌詞自体。大変じゃん、ラップ。だからそこら辺のちゃんとこうグルーブっていうかさ、そこら辺もあったし、表情とかもかっこよかったし、カーニーのラップいいし、今回 MV で言うと、メインのストーリーラインっていうとさ、ジュンフィ。ジュンフィが結構メインで映ってるっていう感じもあったし。最後取り残されるの。そう。姉ちゃんが助けるっていう。逆に言うと、だから前回のセマネはオープニングがジュンフィだったから、意外とキーパーソンというか、ポジションを務めてた前振りも一応あるわ。しかもさ、踊りでこう流れていくところでさ、最後なんかこういう決めるさ、キリングパートみたいなやつもやってるし、結構だから前回はそれこそ若干ドヒがパート分量っていうか映る分量多めだったっていう話はしたけど、今回はまた別のメンバーにスポット。だから俺はドヒがセンターだって分かったけど、今回センター感あんまりないなと逆に思っちゃったけど。そう。そこら辺はあったんだけどね。でもだからその分違うメンバーの見せ方をしてきたっていうのもあるし、俺MV のジャージ俺スタイリングやっぱすごい好きっていうのもあるし、スンジュとメイちゃんがチャリで乗ってる時にさ、バックから髪があれすごいよ。どんだけ出てくるんだよみたいな。そんだけ入ってたんだみたいな。もう4次元ポケットかなみたいなぐらい出てくる。なんかこう、絵作りというか、演出すごい好きだなって思ったし。あとステージ、一応今までカムバックしてステージ全部見たし、リレーダンスも見たんだけどさ、一番のサビに入るところかな。ひーちゃんが出てきた時にさ、こういう振りをやるんだよ。あれあったっけそんな。ない。そこだけ多分ね、特別入れてるんだと思う。そう、だからリレーダンスオリジナルの、なんかよくわかんない、こういう。リレーダンスだけに入ってるの？リレーダンスだけにこれが。俺リレーダンスだけ見てないよ。そう、なんかそれが意味がわかんなくてすげえ可愛いなと思って。だから冒頭に入れ込んだだけなんですけど。意味あんじゃないの？どうなんだろうね。いや、なんか、バッテンとかじゃなくてさ、なんかウルトラマンみたいな。
やってるからさ、なんだろうなと思うけど、まあ可愛いからいいかと思って。あと結構みんなほら、今回暗めヘアスタイリングが。ソハが金髪からやっぱりダークになっててさ、ひーちゃんもピンクから茶髪みたいな感じになって、あそこで統一感もすごい良かったし、なんか前回とは全然違う見せ方っていうところもそうだし、新たな発見というかさ、そのカニのラップのも含め、結構なんかすげえ見せ方してきたなっていうのは、いい意味での驚きとしてあったかな。俺はね、今さらっと言ってましたけど、その髪色、めちゃめちゃ衝撃だった。そんなさらっと言わないでよっていう感じなんだけど。まあ、俺がひーちゃん推しっていうのもあるんだけど、ひーちゃんが今回だからナチュラルブラウンというか、茶髪でちょっとシャギー入ったボブに変えてきて、まあその前のお一人の仕事でもとか空港から帰ってきた時もその髪型が披露してたから、スポされた部分ではあるんだけど、やっぱひーちゃんは帰ってきた時もピンク盛りで帰ってきたし、まあ長らく金髪がベースっていうイメージがあったから、まあ普通さ、金髪に変えるとさ、こう、イメージガラッと変わるじゃん。で、ひーちゃんはそれのずっと金髪ベースだったってこともあって、その逆のイメージをやってきたんで。イメージの展開にすごい、こう、ドキッとさせられたというか。それでいてひーちゃんの場合は、なんか10歳ぐらい若返ってさ。確かに。みたいな。まあ要するに結局学生コンセプトで、まあジャージとかも制服とかも全部そういうイメージ。チャリンコ二人乗りとかもそういうイメージだから、みんながダークカラーにしたっていうこともあるし、ひーちゃんは、だから一番そこからかけ離れてる年齢なわけ。まあまあね。だからそこに、こう、とてつもない強引に合わせてきたっていうか。で、髪色戻すだけで、あんなにまだ、その学生みたいな雰囲気を出せるんだなっていう感じでもあるんだけど。だから、その、金髪組で言うと、カニはライトブラウンみたいな感じだったのが、ソハがもうド金髪。そこから、茶髪にしてっていうので、あの二人もだからその、金髪期間は俺の中では短いけど、イメージめっちゃ変わるなっていう感じに、ソハは俺は意外とナチュラルに取り込めたというか、カニは茶髪から黒髪なのに、すごい俺イメージ変わって、だからその3人合わせて、まあ、特にひーちゃんがもう圧倒的だったけど、清純な髪色に変えたっていうことに、すごくハッとさせられたというか、もうそれだけでこう、ドキドキしながら MV を見れるっていうことが、まあ、そのときめき的な感じですごくいいなっていうか、テンションが上がる曲だったなっていう感じもあるし、だからスンジュとかは、まあ、これから体験することのはずなんだけど、だからその、清純無限コンセプトみたいなところがまず、まあ今までやってなかったことだから、それがすごくハマってていいなっていう感じもしたんだけど、で、曲の流れで言うと、スンジュがまあオープニングで、だからほっぺとかをちょっとつつきながら、こう、ピチョンピチョンっていう、水の雫の SE がすごく印象的にっていうか、多分かなり大きめに入るんだよね。だからあれがすごくサウンド的に気持ちいいなと思って曲聴いてたら、サビで、テディベアよろしくみたいなさ、大の字広げて、つま先を上げるみたいなダンスがめちゃめちゃ可愛くて、その時のセンターがひーちゃんです。前作ウェーブウェイは結構こう、可愛いを追求したみたいな曲だっていう話というか評価をまあしたんだけど、だからその引き続きこのサビのダンスでこう、可愛い盛りできたなっていう、ピンク盛りじゃなくて可愛い盛りできたなっていう感じで思ってたら、セイマネのイメージって1曲しかないんじゃなくて、4曲あるんだよね。やっぱり前作のセイマイネームで収録されてた4曲が全部の音楽番組とかダンスコンテンツとかで見れるから、だからそこで一切なかったラップパートがバンって出てしかもこの曲でっていう他の前の4曲でも多分ラップパートは入れれたはずの曲なんだけど、そこでは一切入れてなかったのに、一番真逆にやりそうな清純無限的なコンセプトでバンって入れてくるっていうので、で、そこでカーニがバンって出てきた、わ、すごっと思って、ここでラップパート入れんのと思ってたら、その相方ジュンフィーってみたいな。それはね、俺も思った。だからそのトリプルびっくりというか、それもあって、だから、すごくシックな曲というか、叙情的な曲なのに、こう、驚きとドキドキが、動機が止まらんみたいな曲で、だからそこで、すごいカムバが楽しいなっていう感じもあったんだけど、さっきトエスのユニット曲のタッチに似てるって話をしたんだけど、俺はね、この曲の印象で思い起こさせられたのは、アイズワンのサードミニアルバム、ワナリックダイアリーに収録曲。で、ひーちゃんが単独で作詞を務めた、メリーゴーラウンドに、俺は結構近いなっていうか、それを思い起こさせるよ。結構違うんだけどね。その清純無限コンセプトみたいなところだけがすごく似てるっていうことなんだけど。で、それはだから日本語訳もひーちゃんがやってるみたいな、結構特殊な立ち位置の曲なんだけど、M カのカムバックステージとかで披露される、まあサブタイトル曲的な立ち位置でもあるんだけど、俺はそれにすごく似てるなと思ったし、そのコンセプトと曲調的にすごい近しいもの。まあ2020年の曲だから結構だいぶ前の曲っていう感じがあるんだけど、でもウィズワンにとってはやっぱりこう昨日のように思い出す曲っていうこともあって、
俺はね、この曲の裏テーマ的なところに、この WithOne の心をつかみに来たんじゃないか、みたいなところを少し感じたんだよ。ひーちゃんは相変わらずというか、そのアルバムの収録曲に作詞を参加させてるってことも含めて、WithOne にこう、IZ*ONEを思い出してもらうみたいなところを、ちょっとニュアンスとして込めたのかなっていう感じがしたんだよね。なんか、それが本当だとするとさ、当然プロデューサージェジュンなわけじゃん、うん、それを聞いて、あ、でもジェジュンだったらそういうところまで考えそうだなってちょっと思っちゃった。ジェジュンはなんかいろんなコンテンツとか、それこそ空港ファッションとか、ああいうコンテンツ全部チェックしてるらしくて、で、毎回すごいアドバイスくれたりとか、あれ良かったよって、その、褒めてくれたりとかっていうのを、もう本当に見てくれてるんだなっていうエピソードがあるんだよ。だから多分、その、IZ*ONEからの本田瞳ひーちゃんを、そのファンとか世間がどう捉えてるかっていうか、これをセマネにどうやって還元できるかみたいなことは、多分デビュー以上に考えてるし、それをやってくれてるんじゃないかなっていうのは少し感じたかなっていうか。だからその辺に関しても、こう、プロデューサーとしての成長を感じられるところかなとは思うんだけど。だって2曲目でこのコンセプトやってさ、で、収録曲ではそういう気遣いもあるんじゃなかろうかみたいなところも考えると、ジェジュンすごいんじゃないっていうさ。そう、ちょっとね、才能の返事を感じるんですよ。一つなんか、おって思ったのが、デビューも、今回のカムバも、アルバムジャケット猫いるじゃん。ウェブウェイでは猫も出てくるけどさ、今回一切猫いるところみたいな。最後のロゴだけっていう。あれはね、ちょっと驚いたけどね。あ、ゼロなんすかみたいな。そうだね。確かに、今回はそこに絡めてないんだなって感じはあるけど。まあでもなんか結構いろいろ真新しさとかも驚きもあったから、面白かったな。で、曲はさ、今説明したのが曲の全体の印象なんだけど、曲の流れとしては、そのスンジュのピチョンピチョンっていう雫の音から始まって、で、それはなんで言ってるかっつったら、セマネのグループコンセプトが水だから。ああ、前回言ってる人ね。MV の流れ的には冬で、まあ雪とかがたくさん出てくるから、あれは多分雪解けの水を表してるってことなんだと思うし、まあセマネのいない時期、で、まあ我々が体感してきた。まあ我々二人とも風邪ひいてますけど。要するに我々も韓国人も全員今冬だったわけですよ。雪が積もる寒さにこう耐えるような冬だったんだけど、それがセマネがいない時期っていうことを重ねて、雪の降り積もる冬から雪解けの春っていうのをセマネのカムバック、訪れとともに表現してるのかなと思ったんだよね。あ、でも俺その文脈で言うと、サマーソングってあるじゃん。でも他のはさ、あんまり、まあ冬っぽい曲とかはあるけど、春とかは卒業ソングとか言われるけど、俺確かに聞いた時に、すっごい春っぽい曲だなと思って、なんかそこら辺のその、スプリングソングって言わないけどさ、確かにその雪解けで、ぼちぼち暖かくなってきますよっていう、なんか雰囲気はすごい感じた曲だったなって。そう、だから春そのものを描いてる曲というよりは、春の訪れを描いてる曲で、MV にもさ、花が挿入されるカットがあるじゃん。で、ワナイクダイアリーのメリーゴーラウンドから考えると、そこから時間が逆流するっていう考えを感じると、なんかこう、ブルームアイズへのつながるイメージみたいな感じすらイメージできるっていうか、なんかそういうイメージの広がり、膨らみをウェーブウェイからこのシャララまでのつながりで思わせてくれるっていうところに、こうジェジュンやるやんっていうのが、よりまた強く思っちゃったなっていう感じもあるんだけど。だから、その2作を通じて思うこと、まあ、前回は可愛いをとにかくただ追求したっていう、まあそれをこう良かったっていうか評価したっていうことではあったんだけど、今回は可愛いに、そこに青春の儚さっていうのをプラスして、だからそれが青春派になったんだよね。だから青春派ってさ、アイドルの本質の追求じゃん。だから可愛いからアイドルそのものを追求するっていう進化を見せたのかなと思ったんだよ。前回はジェジュンの成長も含めて楽しみだみたいなこと言ったんだけど、この急成長やばいなみたいな。まあ見方によってはね、ジェジュンだからできたっていうことも言えるしね。だからファンに向けた曲っていう地固めとも言える部分もあると思うんだけど、そういう感覚のカムバックに今回はなってると思うんだけど、この2作において、ワナイック大学からのブルームアイズっていう時間の逆転みたいな話をしたけど、ブルームアイズのタイトル曲フィエスタのような名曲、そのアイドル史に残るような名曲の誕生を予感させるっていうか、地固めが整ったなっていうのを思っちゃったというか。もうブレイク待ったなしみたいなね。そう、セマネのこう開花が整っちまっただっていう感じすら覚えるっていうか、だまあ次の話をするのはまだ早いんだけど、いやでも本当にセマネが、まあもちろんいい助走っていうか滑走路はジェジュンが弾いて、そこをヒーちゃんっていうバカでかいエンジン積んでるから、飛べるのは確率としてはまあ結構高い部分もあったんだけど、残りの6人のいい翼が入ってたなっていうか、それを伸ばしてきたなっていうか、そのカーニーとかに、ジュンヒとか、まあ、ソファとかの成長も含めてっていうこともあるし、願望から込める期待じゃなくて、普通にこう、弾いて第三者の目線で見ても、あれこれって来るグループなんじゃないかなって思えるぐらいの予兆と予感と、そういう希望に満ちたいい曲、そしていいカムバだったなっていう感じで、だから今後出る数字も含めて楽しみだなっていう感じかな。
そう、結構だからさ、そのひーちゃんだけじゃないぞっていうのがもう十分分かってるわけじゃん。で、伝え聞いた話というか、噂なんだけど、姉ちゃん、天才に行った人、ことごとくやられてるっていう噂を聞いて。いやね、感じるよね、そのいや、なんか、愛嬌毎回すごいぞっていうか。やばいらしい。うん。だからもう本当に落としまくってるらしくて。うん。あと個人的なことを言うと、ちょっとそれこそ前作からガーンって伸びたのが、ドヒね。ドヒはね、ちょっとね、今一番会いたいアイドルと言ってもいいかもしれない。それ何？自分の中で伸びたんじゃなくて？自分の中で伸びた。だからそれこそさっきちょっと出退勤の話あったじゃん。で、退勤の時に、こう写真を撮ったわけですよ。で、その時に、ドヒが思いっきりこっち向いてくれて、で、こういう風にやってくれたのに、俺が思いっきりピント外すっていうのがあって、それの悔しさもあって、でも、すごい見てくれた。俺そういうのちょろいからさ。ドヒだけ思いっきりこっち見てくれたっていうのがあって、ちょっともう早くそのリベンジをしたくてしょうがなくて。ああ、心のシャッターしか切れなかった。そう。スパーってすげえ切ったんだけど。まあでもなんか、やっぱり不思議な魅力も持ってたりとかするから、ちょっとね、そうだから4月、まだ詳細発表されてないけど、日本ってなんかイベントやるんだよね。っていうのもあるし、FC もオープンしたりとかしてるので。あ、そう、今回のアルバムに合わせて日本のファンクラブがオープンしたので、で、今のチェンの話をしてるんですけど、チェンがそのストーキングした時は、ストーカーが他にいなかったんですよ、ね。いなかった。ストーカーっていう。ストーカー仲間がいなかったんですよ。体験見に行っただけ。だから、今そういうね、ファンさんをもらえるのは、今のうちだけっていうこともあるので。いや、もうすぐ多分無理になるような可能性を、だからそれこそさっき言ったティーザーの数字で俺、やべえって思ったもん。そう、だからロビンになるなら今がチャンスですよ。そう。乗り遅れるなっていう感じなので。ちょっとね、うかうかしてるともうすぐもう手の届かないところに行ってしまうので、なるべくちょっと頑張ってついていきたいと思います。じゃあ出遅れにならないうちに。はい。